マフォンのニットで作るシリーズファーマーズパンツの作り方です。ゆったりしたラインが特徴のとても履き心地が良いパンツ。畑や庭の手入れをしている農家さんをイメージしてファーマーズパンツと名付けました。丈は短め、白いシャツにとてもよく似合うボトムスです。特に膝やヒップ周りにゆったりと余裕があり、動きやすく下着のラインも出にくくなっています。両側にポケットもつきます。型紙は4枚、マフォンのホームページで販売しています。サイズは M、L、LL の3展開です。この動画ではロックミシンと家庭用直線ミシンを併用した作り方をご紹介します。マフォンのニット生地は縫いやすいので、家庭用ミシンでも簡単に縫っていただけます。家庭用ミシンのみで縫う場合、生地端をジグザグミシンで処理してください。お好きな柄で作れば、きっと毎日の生活が楽しくなるような素敵なパンツに仕上がります。動画を見ながら一緒に作ってみましょう。Let's start sewing! 用意するもの。マフォンのリバーシブルジャガードニット生地 1.5 メートル、ニット生地用ミシン針、ニット生地用ミシン糸、ニット生地用伸び止めテープ、3センチ幅ゴム、今回は M サイズ用62センチを用意しました。今回使うのは積み木柄です。マフォンのリバーシブルジャガードニット生地は表裏で配色が反転します。どちらの面でもお使いいただけます。家庭用ミシンのミシン糸は必ずニット生地用をご用意ください。ミシン針もニット生地用がおすすめです。針先が丸く、ニット生地を傷めにくい作りになっています。伸び止めテープは股上とポケット口に使えます。こちらもニット生地用を使うと、ふんわりと柔らかく生地の風合いを生かした仕上がりになります。ウエスト用の3センチ幅ゴムは M サイズで62センチとなっていますが、ご自身に合うように長さを調整してください。サイズの違いについて、ファーマーズパンツの型紙は M、L、LL の3展開です。サイズ M と L を重ねると、股上は4センチ、股下は3センチ違います。ヒップ周りは4センチ違います。身長158センチ、ヒップ92センチのモデルがサイズ M を着用すると写真のようになり、同じモデルがサイズ L を着用すると上の写真のようになります。サイズに迷われた時は大きめのサイズで丈を短くするのがおすすめです。ご自分のお好みに合わせてアレンジしてください。1、裁断します。ファーマーズパンツに必要な生地の長さは 1.5 メートルです。生地の方向に気をつけて半分に折り、型紙をこのように配置します。前パンツ2枚、後ろパンツ2枚、ポケット袋布の4枚を裁断し、残りの部分でウエストベルト1枚を裁断します。型紙を置くときは生地の方向にお気をつけください。ニット生地は縦横で伸縮率が異なります。縦方向は伸びにくく、横方向は伸びやすいです。伸びにくい縦方向を生地の方向と言います。型紙を置くときは生地の方向、伸びにくい縦方向を確認し、型紙に書いてある矢印と生地の方向が平行になるように生地の上に型紙を置きます。正しく型紙を置いたら裁断していきます。重しに使っているのはテトラウェイトです。マフォンのブログで作り方をご紹介しています。概要欄にリンクがあります。ウエストベルトも裁断します。合い印も忘れずに入れていきます。合い印というのは生地端に入れる 2,3 ミリの切り込みのことです。合い印は前パンツ、ポケット袋のウエストベルトにあります。忘れずに入れるようにしましょう。すべてのパーツが裁断できました。2、後ろパンツにダーツを入れます。後ろパンツの裾にダーツを入れます。ダーツ部分の印の付け方はお好みの方法で良いですが、今回は切り地付けで印をつけていきます。
型紙の赤点部分に目打ちなどで穴を開けて、2枚重ねた後ろパンツの上に型紙を置きます。先ほど開けた型紙の穴から2枚の生地をすくうようにしてしつけ糸を通します。糸が抜けないように注意して型紙をそっと外します。生地をめくり、生地と生地の間で糸を切ります。左右の後ろパンツそれぞれ3箇所にダーツの印がつけられました。片方ずつ縫っていきます。下の方の2つの印を重ね、上の頂点の印が折り山に来るように中表に折ります。折り山にアイロンをかけてから、赤線部分をチャコペンで引いて直線ミシンで縫います。縫い始め、縫い終わりの返し縫いも必ずしてください。チャコペンの線の上を縫っていきます。最後も返し縫いして縫い終わります。縫えたらダーツ部分は脇側に倒しておきます。反対側も同じように仕上げます。3、伸び止めテープを貼ります。後ろパンツの股上と前パンツのポケット口の裏側に伸び止めテープを貼ります。伸び止めテープはニット生地用がおすすめです。柔らかくニット生地の風合いを生かした仕上がりになります。今回は幅 12mm の伸び止めテープを使用しました。アイロンで接着します。前パンツのポケット口は合い印から上下3センチほど離れた位置まで貼ってください。後ろ股上と前パンツのポケット口に伸び止めテープが貼れました。アイロンを出したこのタイミングでパンツの裾を3センチ折っておくと後の処理が楽になっておすすめです。4、ポケットを作ります。ポケット袋布を前身ごろの上に中表に置き、合い印から合い印まで直線ミシンで縫います。縫い代は1センチです。ポケット口の合い印の位置に1センチの切り込みを入れます。もともと 2、3 ミリだった合い印を1センチまで深く切り込めば OK です。裏返して縫い代をアイロンで割り、ポケット袋布を倒してアイロンで押さえます。脇は縫い代1センチが直角に出るようにアイロンをかけてください。ポケット口に直線ミシンでステッチを入れます。生地端から 0.6 センチの位置を縫います。もう1枚のポケット袋布を中表になるように重ね、2枚の袋布をクリップで留め、赤線部分をロックミシンで縫い合わせます。縫い代は1センチです。ポケットがつけられました。反対側も同じように仕上げてください。5、脇股下を縫います。前後のパンツを中表に合わせ、脇股下をクリップで留め、
赤線部分をロックミシンで縫います。縫い代は1センチです。脇を縫うときはポケット口を縫い込まないように注意してください。ポケット分の厚みを確認し、生地を整えながらゆっくり縫い進めます。深く縫いすぎてしまうとポケット口が閉じてしまい、浅すぎるとポケットがぴったりと収まりません。縫い線がずれないようゆっくり慎重に縫い進めてください。ポケット口を通り越したら、あとはそのまま裾まで縫います。ポケット口を縫い込まず脇が縫えました。股下も縫い代1センチで縫い合わせます。脇、股下が縫えました。反対側も同じように縫います。6、股上を縫います。左右の前後パンツのどちらか片方を表に返し、反対側の前後パンツの内側に中表になるように入れ、股上を合わせてクリップで留めます。赤線部分をロックミシンで縫います。股下の縫い代が重なる部分は縫い代を互い違いになるように倒して縫うと出来上がりがすっきりします。縫い代1センチでロックミシンで縫い合わせます。股上が縫えました。7、ゴム通し穴を縫います。ウエストベルトを用意し、中表に半分に折ります。型紙のゴム通し穴の位置を確認し、赤線部分を直線ミシンで縫います。縫い代は1センチです。チャコペンなどで印をつけると縫いやすいです。それぞれの縫い始め、縫い終わりの場所でしっかり返し縫いをしてください。縫えたらアイロンで縫い代を割ります。補強のため穴の周りを一周直線ミシンで縫います。最後は縫い目を重ねて返し縫いして縫い終わります。ゴム通し穴が縫えました。8、ウエストベルトをつけます。ウエストベルトを半分に折り、出来上がりの形に整えます。前中心、後ろ中心、右脇、左脇の合い印をクリップで留めておきます。パンツ本体を用意し、本体の中にウエストベルトを入れ、合い印を合わせて留めます。ゴム通し穴は左脇になります。穴の位置を間違えやすいのでご注意ください。後ろ中心、右脇も留めます。ベルトの方が本体より少し短い作りになっています。ベルトを少し伸ばしながら生地を合わせ、クリップとクリップの間も留めていきます。ロックミシンで赤線部分をぐるりと一周縫います。左脇から縫い始めます。縫い代は1センチです。ウエストベルトを伸ばして本体の長さに合わせながら縫っていきます。一周縫って縫い始め近くまで来たら、メスでカラカンをカット。メスをロックして
数センチ重ねて縫い、押さえ金を上げて生地を90度回転させ縫い終わります。ウエストベルトが付けられました。9、裾を縫います。両裾の生地端に端ロックをかけます。本体を表に返し、最初にアイロンで折っておいた折り目に沿って3センチ内側に折り込みます。折り目が消えかかっていたら再度アイロンをかけてください。端から 2.5 センチの位置を一周ぐるりと直線ミシンで縫います。最後は縫い始めの縫い目に重ねて返し縫いし縫い終わります。反対側も同じように仕上げてください。両裾が縫えました。10、ゴムを通します。ゴムの長さはお好みの長さで調整してください。基準は M サイズで62センチとなっています。ゴム通し穴からゴムを通し、ねじれがないか確認してから、ゴムを1センチ重ねて直線ミシンで縫い留めます。ファーマーズパンツ完成です。名前の通り農作業や畑の手入れをする時のイメージで作ったパンツです。ヒップ周りはゆったりとした作りで動きやすく、下着のラインが出にくいです。綺麗なシルエットになるよう短めの丈になっています。爽やかな白いシャツと合わせるのもおすすめです。お好きな柄でぜひ素敵なファーマーズパンツを作ってみてください。作った作品をインスタグラムなど SNS に上げる際は、マフォンレシピ作りましたのタグをつけていただけると嬉しいです。Happy sewing with マフォン。